今日はね、新宿、はい。ね、後ろ見て西武新宿駅の真ん前のジャンキースペシャルさん。今日は前のベスの時にさ、本当は俺の A2 愛をドブドブ話そうかなと思ってたんだけど、A2 がねえって言ったじゃん。だからもう A2 がいっぱい置いてあるところに来ましたよ。こっちから自らね。で今日は東京すげえ涼しい、はっきり言えば A2 にちょうどね、気候が。あ、そうです、ね、だから1年間でだよ A2 がぴったりっていうのは5日ぐらいしかないからその貴重な1日なんです。だけど私ですね、ちょっと油断していて、本日ライダー席車なんです、だからお店で A2 借りたと。いいですね。最高です。何ですかそれは。これはね、ラフエア A2 ですね。サイズ38ですよ。いいですね。なんでちょっと早速ですよ、今日はもう俺の A2 愛余すところなく皆さんにお伝えしちゃいましょうということで行ってみましょう。はい。おい。こんにちは。いやー、相変わらずいいな。いいですね。いいよ。もう聖地って感じですね、アメカジのね、この安定感あるじゃん。でこれでしょ、俺気になってたのよ、ライトニングで見て。俺も見た。カルロス・日産が始めた MFG、このミリタリー×アウトドア、っていうかタクティカル系っつうのがね、もうちょっと後年式のミリタリー系をオマージュして最近系なやつですよ。ハイテク系な。そうだよね、ハイテク系。これなんかさ、ゴーギャン、これね、ウッドカット柄ってやつですよね。ウッドカット柄、いいよね。これいけてますよね。これおしゃれじゃない？おしゃれ。これはいい。こういうのね、ほら MFG。いや結構いろいろあってさ、面白いんですよこういうの。俺さ、ハイテク素材ってあんま着ないんだけど、見るとやっぱいいなと思うわけ。いいっすよね。こういうのだってさ、皮は無力だからね、寒さにこんなのいいじゃんめちゃくちゃあったかいです。絶対あったかそうじゃない？プリマロフト系です。そうだね。で結構なんか相当あったかいと思うよ。なんかいろいろほら、プリマロフトです。いいね。こういうのあるよね。なんかさ、いろんな挑戦をするのがすごいよね。そうですね。バズみたいないわゆるな昔のそういう軍服系、ミリタリー系からこういう今時のやつをこうモディファイして出すっていう。幅広いですね。幅広いよね、高機能素材。いやでもね、今日はこれじゃないんだよ。違うんですね。違うんです以上、説明終わりです。あとちょっとね、気になったの俺、これよくない？何ですかこのカバン。かわいい。かわいいよね。でこれストラップも入ってるからさ、こうかけられるわけよ。ショルダーになるわけ。ショルダーになる。そう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 。バズですよね。バズ。いいよねこれ。こういうのがあったのかな。なんかさ、小さいカバン好きとしては。そうですね。小さいカバン好きで知られる。ほらちょっとさ、末広がりみたいな。そこね、ちょっとこうなんか形も可愛くない？なんかね、俺こんなのあって知らなかったの、さっき。いいですね。じゃあちょっと今日の本題いきますよ。ほら、こっちはすっ飛ばすんですね。もうすっ飛ばしますほら見てよ。今回の目玉ですよ。もう A2。そしてね、これさっき用意しといてもらいましたよ。バズの新作です。これがエアロレザーの赤リブで、これがウェーバーなんですけど、ちょっとこの辺をね、俺両方欲しかったんだけど、さすがに両方買うと大変だから、俺はちょっと赤リブをこうオーダーしたんですけども、でもね、やっぱこれもいいわけよ。なんでちょっとその魅力について語っちゃおうかなと思うんだよね。今日特別にですよ、2回お借りしたんで。特設会場で行きます。行きましょう。こんなにまだあるんですね。あるんですよ、いっぱいね。だから A2 欲しい人は、でもね、これもどんどん少なくなっていくと思いますよ。今日が何日ですか？今日何日ですか？
今日が10月25、給料日時点ね。そうだからもう給料入ってとりあえず買っちゃうと。ね、その月の生活なんてさ A2 着ながら後で考えればいいじゃないですかとりあえず買っちゃえばいいんです、ね、小川さん今日帰りますか？いやちょっと待ってくださいちょっと待ってください。その辺に関してはねちょっとこう考えましょう。まだ考える。まだ考えますよ、はい、でも買うは買うんですよね。買うは買うんです。いつ買うかはまだちょっといろいろとタイミングを見計らいたい、タイミングを見計らってちょっと考えようかなと。でも給料日がさ一番払いやすいじゃない？まあね。いやでもまあ勇気あるな、給料日に払うってなんか逆にな、そうなんだよ。いやいいよ。いつもイベントしてるスペースですけども、はい、今日はこんなにがらんとしておりますね。というわけでじゃあ今日はここからお届けですか？はい、あそこに座りますか？ここら辺に。真ん中に座ります？違う？いやいいですよ。真ん中じゃなくて端っこに座ろうか俺。この辺で。よいしょ。もうこれで。もう素晴らしい。まあね、これさっき下から持ってきましたよ。で、まあ多分聞いてる人は知ってるかもしれないけど、もう一回おさらい。A2 とは何ぞや。ね、A2 っていうのは、まあアメリカ空軍の前身ですね。アメリカ陸軍航空隊のフライトジャケット、まあパイロットとか、そういうまあなんか空軍のね、アメリカ陸軍航空隊の兵士のために作られた、ざっくり空軍の前身みたいなやつです。空軍の前身です。アメリカ陸軍航空隊の兵士のために作られた、まあはっきり言えばウィンドブレーカーみたいなものです。これ。ウィンドブレーカー。これね、サマーフライングジャケットなんですよ。まあ夏用ね。まあいわゆるライトゾーンっていうふうに言われてる。フライトジャケットっていうのは気温帯でこう着るもんが決まってるんですよ。だからまあ暖かいところだったらライトゾーン、でまあもうちょっと寒いなインターメディエイトゾーンですげえ寒いぜでヘビーゾーンとかそういうふうに気温でこれ着なさいよっていうのがいろいろ決まってるんだけど、まあ比較的ライトだからファッションシーンでもすごく着やすいわけですよ。なるほど。あ、そうかもう寒ければ寒いほどもっこもこになっていくよって。そうみんな知ってるかな B3 とかって呼ばれてるムートンがバーっていうのはやっぱヘビーゾーンなんです。もうすげえ寒いところでもう使う活動するための服なんだけど、そういうのは北海道とかね寒冷地にお住まいの方だったらいいんだけど東京だとトゥーマッチね。どうしていいか分かんない。都心部だとね。そうもう電車の中入った途端に汗たくなるからあいつ大丈夫かっていう感じになるわけ。その点 A2 はそんなことない。なるほど。ね、だけど言いました。これ寒いです。冬着ると。だから1年で5日ぐらい。さっき言いましたね。1年で5日ぐらいしかねこうぴったりな日がない。ベストっていう日はね。そうだけどその5日のためにですよ。これいくらですか23万円を払うんですよ。ね、いい大人はっていう感じなのよ。でねこれ見るとさまあ同じ A2 同じっていうか A2 ではあるんですけども、こっちがエアロレザー社のものをリプロダクトしたもの。エアロレザー社っていう会社。そうです。でこれはウェーバースポーツ社をリプロしたもの。なんでそういうふうにいろいろあるかっていうとですよ、まあ大量に必要なわけですよ。ね。兵士いっぱいいるから、だから一社で賄うことができないわけですよ。なるほど。当然ね。なんでいろんな、まあ、コントラクターっていうんですけど納入業者に頼んだわけですよ。なるほど。これ入れてくれこれ入れてくれ。でその時の仕様書があるわけです。それがミルスペックっていうんです。ね、これで作ってね。A2 っていうのはこういう襟があってここにポケットがあってポケットフラップがあってジッパー仕様になっててっていう、まあそういうこのデザインでよろしくね。そうよろしくね。だけど粗いんですよ。そのミルスペックっていうのが、まあ基本的にはこう似てくるじゃないですか。まあこれでよろしくねってやってるから。よろしくねっていう。なんだけど例えば大襟ここね、あるとかないとか、
このポケットフラップの形が微妙に違うとか、だからコントラクターによって仕様が若干違うわけ。なるほど。そこが面白いの。これはミリタリーってそういうもんじゃん。この微差を楽しむ、ね、おおってだから同じように見えても違うし、ほら見てください、リブの色、これ赤リブって言われてるもんですけども、リブの色も違うでしょ。確かにね、まあそうだね。で俺が着てるのはこれラフエアー社のやつです、ね、ラフエアー社のやつなんだけど色も違うでしょ。そうですね、全然違うですね。そうそう。だけど一応ブラウンはブラウンなんだけど、その中の開きに対してはそんなに言及してないわけですよ、ミルスペック。だからそういういろんなものが生まれると、いうのも、だからここがすごい楽しいところ。なんでこんな違うっていうのは、例えばその小川さんのも、そっちも違うっていうのは、その年代によっても違ったりもするし、年代によっても違うし、会社ごとの解釈の違いとか、あと手癖の違いとか、まあいろいろあるわけですよ。だから本当のアパレルブランドが作ってるとこもあるし、もともとはスポーツ用品作って革のグローブとかね、そういうところももう戦争中なんでお願いしますよって言って、要はナイキとニューバランスみたいなもの、今でいうところとかね、いろいろパタゴニアとニューバランスみたいな、例えばさ、学校のね、制服とか上履き、ね、ここかここかここで買ってくださいねとかって言われるじゃないですか。ああいうもんです。だけど若干仕様は違うんだけど基本的に一緒なんです。なるほど。そう、そういう感じ、なんですよ。なるほど。でそもそもできたのが、正式採用されたのが1931年かな。だから戦前なんです。戦前に制定されたんだけど、まあその後戦争終わるまで使われるわけ。そうで、この後にこれね、基本的には馬革なんです、材質が。まあ馬革以外のものもあるんだけど、基本的には馬革を使ってるわけ。それは何でかって言ったら、当時馬革がいっぱい手に入ったからですね。だからそういうのもあるんだけど、だんだん馬とかも革の供給が大変になってくると、この A2 の次の型になると L2 っていう形になるわけですよ。今度ナイロンになる、最新素材ですね、当時の。そういうふうに進化を遂げていくんですけど、でそれがナイロンだったんだけど、どんどん進化して、今度は耐熱アラミノーメックス、燃えにくいやつ。そう、燃えにくい難燃性のノーメックスっていうものが採用されて CW とかそういうのが出てくるんだけど、いろいろね、だからそういうね、素材の変遷を見ても面白い。なんだけど、まあこれは相当古いもんですから。もうそうですね、1930年代からあるんですね。そうです。なんでまあ革、当時ナイロンとかないから、世の中に。あ、そっか、存在してない。存在してないから。じゃあ結構そういう原始的というか。そうです。原始的なんですよ。プリミティブなやつですね。でたまんないわけ。やっぱ着込むとさ、当時の兵士の写真とか見るとですよ、くったくたに着込んでるわけでさ、みんなさ、首にスカーフ巻く人とか、襟をちょっと立たせてる人とか、襟癖つけしてる人とか、そういうなんかさ、いろいろな着こなしを楽しんじゃってるわけよ、兵士の人が。なんでアメリカっぽいですね、もうすでに。そうなの。当然皆さんも知ってるかもしれないけども、こうスコードロンね、例えばその飛行隊、まあそのチームです、チームでそのトレードマークをね、ここにワッペンしたり、後ろに女性の絵描いたりとかっていうのもあるじゃないですか。だからそういう自由さもね、アメリカっぽいなという感じ。かっこいいですね。かっこいいでしょ。悔しいけれどかっこいいんです。だから当時の写真とかを見ながら、自分の着こなしをね、こうとか襟の形状とかを勉強するっていうのもありなわけ。なるほど。で、まあいきますよ、これエアロレザー。エアロレザーもね、戦前から入れてたんですよ。で6型かな、6回納入していると。何年かにわたったってことですか。これの特徴はいわゆる赤リブって言われてるやつですね。まあ真っ赤じゃないけど、ちょっとこのレンガ色っぽい。普通はそういう色ってことですか。そう、普通基本的に同色なんですよ。小川さんのは緑ですね。だからいろいろね、仕様は違うの。グリーンリブみたいなのもあるんだけど、それグリーンリブ。そうグリーンリブじゃねえけど、なんつうの、ちょっと緑がかった。あとこうこれ相当着込んでるからね、多分退色もしてくるしっていうのもあるんだけど、それを赤リブっていうんですか。これ赤リブって言います。だからちょっと A2 好きの間では、お、赤リブ着てんねみたいな。なるほど。ちょっとそういう2っぽく言える。2っぽく。2なんですか、実際それって。まあ赤リブはあんまりないんですよ、ものがね。なるほど。
だから結局アカリブ作ったのってエアロレザーだけなんじゃねえかな。あ、そうなんですね。そうだからまあ知ってるとちょっとブレる、ね、なるほどなるほど、うん、あれA2買ったんですかなんですよ。アカリブだからねみたいな、はいはい、よくわかんねえけどなんかちょっとこんな風になるそうそうビッグ E だねみたいな、そうダブル X だねに近い、そういう感じ、そういう感じよ、うん、ね。でこれの特徴っていうのはわかります？ここ大襟がない。だからボディと襟が直接縫い合わされてる。これ本来ね、大襟っていうのがあるんです。こういうやつです。あ、ここそれね。うん。だからそうすると、そうこれもそうでしょ。ほら。あ、それもある。うん。こうちょっとグッと上がって、これっていうのは着込んだ時に襟とかが擦れるじゃないですか。でそうなった時に大襟があることで襟の交換が簡単。っていうのもあってそういう風にされたって言われてんだけど、まあ襟なんか交換するやついませんよ。諸説ありね。そう諸説あるんだけど、でもそういうことで結局まあここがないことでですよ、まあ生産効率上がるじゃないですか。ちょっとこの縫いも少なくてパーツがなくなるからっていう。だからまあ省略されてどんどんその戦争の最後の方はね、なるほど、なっていったと。いらなくねってなった。そうこれいらねえよなみたいな。確かに。なくてもいいよねみたいな。でさ一個一個多分チェックしてねえと思うよ軍も。あ、もう忙しくて。そう OK っつって、もう OK でしょっつって。でここ見てもらうと分かるんですけども、まあこれバズリクソンズねクロージングってなってますけども、ここまあ基本的にはエアロレザーをオマージュだから、ここのタグもね、ラベルもそうなんだけど、ビーコン NY ってあるじゃないですか。ビーコン NY、あ、ビーコン NY、はいはいはい、まあニューヨーク市のビーコン、はいはい、で前に俺ニューヨーク行った時に調べてビーコン行きましたよ。あ、地名のね、その地名で。だからここのビーコン行って、昔の資料を見ると、本社の所在地も分かったから、ビーコンの中の本当にエアロレザーがあった場所に行ったんです。何丁目何番地みたいな。そうそしたらコンドミニアムになってました。なんか高級リゾートみたいになってた。あ、もう建物も残ってない。でもここにあったのは分かるんですよ。住所がそこだから。だからもう聖地巡礼のためにね行ったんだけど、聖地じゃなくて跡地でした。ただの完全に行ったんです。でもそういうのもね、なかなかちょっとこう皆さんねアメリカ旅行行ったりすると、ただほらなんつうの、ただ漫然と観光するよりも A2 好きだったらこういうそういうね、ここにあったんだって、そう聖地巡礼に出てみるのも面白いかもしれない。思いを馳せるっていう。思いを馳せるっていう、ね、その時はやっぱそのエアロ着てったんですか？着てってましたよ。エアロレザー着てってたし、ラフエアっていうのは、もう行ったんですよ。あれね、どこだっけな、これ書いてあるな。あ、そうか、これエアロでこれラフエア。これラフエア。ミドルタウン PA。あ、そうラフエアはミドルタウン PA にあるわけ。PA っていうのはペンシルバニアです。あ、ペンシルバニア、ね、ペンシルバニアのミドルタウンで、ペンシルバニアに何回も行ってるんです。ハーシーのチョコレートのハーシータウンがあるんですよ。チョコレートのね街で、俺ハーシーの担当だったからむちゃくちゃそう行ったんですよ。でカメラマンとかコーディネーターのね、なんかミドルタウンに来てんだけどさ、遠いのかなっつったら隣町だった。マジか。車で20分ぐらい。めっちゃ近いね。そうで行ったわけよ。そしたら当時のねラフエアの会社っていうのも写真が残ってるんですよ。その建物そのまんまなんだけど、むちゃくちゃ治安の悪いアパートになってたんですよ。だから写真撮ってたらむちゃくちゃ怖い人たちがいっぱい来て、なんだお前みたいな逃げましたよ。そうでもあるんです、建物はそのままだったの。あ、そのラフエア社の写真、レンガ作りみたいな感じですか？そうだからなかなかそういうね聖地巡礼っていうのはそれはいいですね。面白い。そうまあ話を元に戻すとですよ、俺ねこれを購入したんです。だからレザーズデーで見て、で本来俺大襟ありが好きだったんだけど、この大襟なしもさいいなと思って、で大襟なしっていうのの代表的なモデルだと J.A. デュボーっていうね、だけどそのデュボーってもっと襟の形状がシューってなってるんですよ。長い、
そう長くてピュッとこうちょっと下目になってるっていうかね。だけど俺だからかっこいいってことですか？かっこいいっていうかおしゃれみたいな。おしゃれなんです。おしゃれでちょっと解禁じゃない、ちょっともうなんつうのピュッとなんか見りゃ後でちょっとね参考映像でここら辺あればなんだけどその襟が俺はあんまり好きじゃない。好きじゃない。デュボーのね俺はだよ。かっこいいんですけど好み的に。だけどこの襟いいなと思って。短いね。確かに、いいじゃないですか。短い解禁みたいな感じで着れるってことですか？だからちょっとこの襟のねまたこう癖付けとかも楽しめる。そのデュボーっていうのはなかなかもう決まっちゃってるから襟が綺麗に。なんかその癖付けを楽しむっていうのはあんまりできないのかな。自由度が少ないっていうのかね。ラフウェアとかは比較的こういうふうにやったり、いろいろな楽しみ方ってあると思うんだけど、そういうことができる。なるほど。っていう。これねこの革も確か茶芯なんですよ。そうなんですか。ちょっと明るい茶なのかな。でそういうので一回染めた上でその上からこのシールブラウンのアニリン染料でまたやってるからちょっとだからエイジングもねチャチャシンってやつですか？チャチャシンチャチャシンってなんでちょっと楽しみだなと思うわけよ。ちょっとシャープな感じしない？でちょっと赤リブっていうのもなんかさちょっとこうかっこいいですね。いいでしょ。なんかそのソファーじゃないけどこういうワインレッドというか、なんか大人な感じの色ですね。そう言われるとなんかだからなんかそういうこういうのもあったんだよ A2 の中ではっていうところでちょっとした所有欲をさ満たされるっていうかね。一発エピソード漏れるって漏れるこれさほらちょっと赤っぽいじゃないなんつって誰も聞いてねえのにだそういうこと言うと飲み会で嫌われますから皆さん注意してくださいね。そうでこれがエアロでしょ。そしてですよウェーバー。これウェーバーバーベキューみたいな名前ですね。これもニューヨークですね。ニューバーグ。ちょっとこれ外しちゃいます。なんかレザーブランドって向こう多いんですかね。東が多いですね。基本的にこれねこれの面白いところこれもうウェーバーも4型ぐらい納入してんのかな。俺その3番目だったような気がするんだけど確か俺の記憶が確かならでもねこれ戦前モデルだと思うんですよ。ハトメなんですこれ。ハトメジッパーほらハトメね。そうほらジッパーのここハトメで留めている。だから結構昔のディテールなんですよね。こっち違うからほら確かにもうただ縫いだけでそう済ませてるというかっていうのといろいろね例えばこのポケットフラップとかの形も違うんだけどもう一個その戦前モデルとかの特徴っていうのはここ分かる？リブとの縫い合わせがトップステッチになってるんですよ。ここステッチが見えるでしょビューってタタタタタタタね。本来 A2 ってこうなんです。ステッチがねないんだ。そう内側に入ってるんですよ。だからこれがあると古いモデルだねっていうのが分かる。なるほど。そうこれがこういう縫い方になっていくんで簡単な見分け方の一つとしてそれあると古いよ。古いこれがあってあとジッパーがハトメっていうのがA2 の中でも比較的初期の頃のモデルという感じだからこういう美さもあるわけですよ。それこそそれなんだダブル X ですよみたいな話に。そうだからそういうのを覚えると面白いっていうのとねこれがちょっと見ますよ。ほら例えばいい？このポケット見てください。こことか違うでしょ。こっち丸っこいでしょ。こっちちょっと四角っぽいじゃないですか。こういうような違いがデザインの違いがコントラクターごとにあるんですよ。ね、これ別にねどっちでもいいじゃないですかこんなのでも。だけどこういうところでなんか違いが分かるとどんどんこう楽しくなってくるでしょ。で違いが出るところっていうのはこのポケットとフラップの形ですよね。この角度とかほらこの縫いのさ縫い代も違うでしょ。わかります？本当どっち太いですね。だしちょっと形もこっち綺麗ですね。攻めてますね。っていうのもあるしあとエポレットですね。
まあこれ階級章をここにつけたりするためのものではあるんだけど、このね縫いの感じとかが違うじゃないですか。こことかここ、分かります？違う、こういう違いがコントラクターごとにあるわけよ。へえ。だからね、まあ当然エアロとか、まあ、ウェーバーとかデュボーとかラフェア以外にもいろいろなコントラクターあるわけですよ。ね、まあ全てが全て何社ぐらいあれ何社ぐらいあったんだろう。前俺原稿書いたんだけど忘れました。結構でもありますよ。100ぐらいあるんですか？そんなないです。50ぐらい？数十はありますよ。確かあるんだけど、前にすげえちゃんとこうムックかなんかでね調べて書いたことはあるんだけど、最近もう忘れちゃったまあそういう資料そういうのをさ うまくこう入れるとかっこいいんだけど、それはもう塾長とかね、亀谷塾長とかはもう全部頭に入ってる。毎日だってあの人フライトジャケットのことしか考えてない、フライトジャケットとホルモンのことしか考えてないですからあの人は、そうなんで俺も困ると亀谷さんにいつも聞きます、分かんないんだけど教えてっていう、だけどそういうねいろいろ違いがあるっていうのが面白いし、よく亀谷塾長と飲みに行ってもうずっとそんな話、なんだけどやっぱ面白いよね。面白いですね。もうこれ趣味の世界だから、っていう感じなの。ちょっと着てみようかこれ。いいですね。一瞬、じゃあちょっと着てみますね。エアロ次サイズが40。40です。小川さん買ったのもそれ40。40。ちょっとゆったりとね。なんか確かにちょっとゆったりでもいいですね。そうまあ38でも全然いいんですよ。さっき着てたラフエアこれが38なんだけど、まあ38でもいいかなと思うけどね。ちょっとゆったりとっていう感じ。ちょっといいでしょ。また42はでかいですね。42はでかいです。38ちょっとタイトにして38か。塾長が40なんです。俺塾長とほとんど一緒なんで。そう着込んでいくとね、これって腕とかがもっとドロップしていくんでピアッとこう、そんなに今ちょっとこうピンピンだからこう見えるけどこういう感じ。なんかねやっぱりさっきのラフエアと比べて大襟がない分首すっきりするんですよ。やっぱ上がってるからね。凝る。こっちの方がクッと上がってるから凝るっていうかこうちょっと動かしづらいんだけど、こっちの方が動かしやすい。俺絶対じゃあそっちだな。首凝るの嫌だからこういう感じ。これがエアロレザーね。エアロレザー。ちょっとウェーバー着てみますよ。これウェーバーの40。なんかさっきより首高いの分かる？高い。確かに高い。こうやっぱさっきの方がすっきりしてるわけよ。ちょっと当たるっていうぐらい。そう。ただだから大襟なしの方がいいよとかっていうんじゃなくて、俺は大襟ありのこのなんつうのちょっとグッと首が。いや確かにこっちはねかっこいいです。なんかそういうのは好きなんですよ。だからもうこれ本当に正直ね好みなんで、別に大襟ありなしだけど一番いいのは両方着てみるってことです。なるほど。そうするとお互いの良さが分かってくるっていうね。いい悪いではなくて。全然いい悪いじゃないんです。これってどっちが好きかの話ってことですよね。完全に好みだからね。これもいいしこれもいいじゃないですか。こういう確かに同じ A2 なのにここまでやっぱ着た雰囲気が変わるわけですよ。だから面白い。なるほどね。ですごいのがですよ、例えばじゃあここトップステッチになってますよとか、ここがハトメになってるよとかね。で例えばこのエアロレザーの仕様はこうなってますよとかっていうのは、このバズ・リクソンズがですよ本当にオリジナルを忠実に調べてやってるから、こんなねヴィンテージなんかそうそう出会えませんよ俺ら。そうっすよね。だけどバズ・リクソンズが作ってるこういうリプロダクトを見てるだけでオリジナルの勉強になるんです。なるほどね。本当に精緻にやってるから。だってさ、ここの仕様まで違うんだぜ全部、とかエポレットもそうだし、ね、全部忠実にやってるからこそ、フライトジャケット塾でも言ってますもんね。そうでしょ。だから俺は好きなのよ。なるほど。バズ・リクソン。だからそれを着ることでオリジナルがどんどん勉強できちゃう感じなんだよね。ちょっとだからもうオリジナルに出会おうと思ったらアメリカの空軍博物館とかで飾られてるやつ見るしかねえんだよもうね。そんなにもういろいろないですよ古着屋さん行っても。なので本当に興味が湧いたらまずはこのジャンキースペシャルに来てバズ・リクソンズの
A2 を手に取ってみてください。なるほど。もうオリジナルと一緒だから。はいはい。っていう感じなんでね。いやなんかさこう A2 を着ると気分が上がるっていうか A2 は寒いじゃない、だけど俺この上からダウンベスト着たりいろいろ着るとまあ真冬でもねいろいろ楽しめる。でインナーとして着てねこの上からコート羽織ったり6号みたいなね、そういうのもあるんでなかなか使い出はありますよ。着れる全然着れる、で春まで着れるんで、なんでそう考えたらですよ20万も高くない。だけどこれだけは覚えておいてほしい。T シャツにこれを着て歩くんだとしたら年に5日ぐらいしかベストな日はないっていうこと。中にスウェットとかどうなんですか？スウェットもいいですよ。いわゆるマックイーンがやってたじゃないですか。ああいうのもいいと思います。だからそういう自分の格好に合わせてねサイズ感だからジャストに着たいっていう人はピタピタのもう T シャツ1枚でもう俺はそれしか着ねえんだって言ったらいいけど中にちょっと着込むんだったらまあワンサイズ大きめとかを選んでみるのもいいんじゃないかなとは思うけどねっていう感じなんでやっぱりいいわ A2。いいっすね。よかった俺も夢が叶ってまた A2 だけを語り尽くす回という。なるほど、確かにくしくもね。ねえなんでちょっとだから次は俺に A2 が届いた日にまたまた A2 愛をこう語らせても今度はもうもみも完全にガッてやるからもうギャッつってシワ入るように。これ今ほら気使ってるから製品なんでこれねっていうそういうまただからそういうね次はもう完全に A2 をまとった俺でまた皆さんとお会いしたいなと思います。はい。そういう嫌な顔しない。嫌な顔しないよ坂本に。またやんのかよって顔しない。ね。じゃあ今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。